こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、スポットイーサ ETF のオプション取引上場の可否が延期となっています。ファンドとしては、ブラックロック、ビットワイズ、グレースケールが申請していたものが延期となってますね。次回期日は11月10日、11月11日となっています。先日、ブラックロックのスポットビットコイン ETF、IBIT のオプション取引が承認されましたけども、イーサは延期となってますね。で、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 0.78 億ドルの純流出となっています。JPTC からの流出がないもののですね、フィデリティ、アークからの流出が見られますね。ブラックロックはまだ公開されてませんが、先ほどプラス 1.8 億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体でもプラス1億ドルほどのプラスとなりそうです。一方、イーサもグレースケールの流出がなく、プラスとなっています。先週までのフローと比べるとですね、2日連続数千万ドル規模の流入が見られまして、若干流れが変わってきている印象があります。一方、香港はビットコインイーサともにゼロとなってますね。あと、オンチェーンの方では、ワズイル X のハッカーがまたイーサをトレードキャッシュに送金しています。近々では新たに3792イーサが送金されてまして、盗まれた 2.3 億ドル相当の資金は、ほぼ全てが洗浄されたと見られています。で、ハッカーの元のアドレスはですね、あとは細かいあると、600万ドル相当のみとなっています。ワズイル X 自体も再建の目処が立ってなくてですね、ショック懸念が未だある状態です。あとはラップド BTC 担保廃止を提案してた元メーカー DAO のスカイが廃止提案の無期限延期を発表しています。スカイの運営側である BA ラブスの投稿を見るとですね、ビットグローバルがラップド BTC の署名者として機能していることについては引き続き懸念を抱いているが、もはや即時の担保のオフボーディングを必要とするレベルではないと判断したと、追加の詳細と明確化により、ラップド BTC の運用と鍵管理の現状についてより安心できる立場に立つことができたと声明を出しています。ビットコの CEO ベルシャ氏と長時間議論した結果、このような回答になったようですね。ラップド BTC がジャスティン参加になるからもう危ないということで、ラップド BTC ショック懸念が浮上して、他コインベースなどもこれをチャンスと見て、ビットコインステーブルの CBBTC とか発行しだしたんで、ラップド BTC もこれで終わりかなと思ったんですけども、まさかの展開となってますね。で、ラップド BTC は未だデペグ気味となってますけども、改善されるんでしょうかね。ただコインベースが乗り込んできたんで、今までのシェアを戻せるとは考えづらいかと思います。ただ少なくともラップド BTC ショックは逃れたんじゃないかなと思いますよね。ビットコインステーブル界隈の覇権争いにも注目ですね。ビットコインの価格は現在 63,300 ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、オーストラリアの CPI、スウェーデンの政策金利、米新築住宅販売件数などがあります。スウェーデンの政策金利は事前予想通りの結果となってますが、米新築住宅販売件数、8月は予想を上回る結果となってまして、米ドル高、米金利上昇要因になったと見られています。で、この発表以降ですね、米金利が上昇して、米株各指数は調整に入ったような展開となっています。SP500 はそこから再度反発してますね。米国債金利は 3.783 を推移しておりまして、ナスダックが 19,972、S&P500 が 5,743、ダウ平均が 41,914、金ゴールドが 2,656 ドル、日経平均が 38,552 円、ドル円が 144.56 円となっています。個別株の方では、マッコーリーがマイニング株に対してアウトパフォーム評価を下したのが注目されています。AI や HPC 向けのホスティングインフラに移行していることから将来性があると見込まれています。対象としてはマラソンデジタル、ライトプラットフォームズ、コアサイエンティフィックが挙げられてますけども、どれも市場全体の調整につられてマイナスを記録しています。マイニング株の今後にも注目ですね。あとビットコインのデリバティブの方では、デリビットの9月27日満期のオプションの OI が57億ドル相当となってまして、今年2番目に大きい額が積まれていることから、明日以降ボラが大きくなることが警戒されています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 2.71%、額としては348億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.8%、バイナス目はロングが 52.7% としたようになっています。今後の指標としては、本日9月26日に、スイスの中銀政策金利、米実質 GDP 確保値、米新規失業保険申請件数、米中古住宅販売制約指数、9月27日にユーロの景況感指数、米個人所得、米 PC デフレーター、米ミシガン大学消費者信頼感指数、9月の確保値、9月29日にドイツの小売売上高などが控えております。他アナリストの見解ではですね、米金利が
純イールドになっていることから、ビットコインも強気になるとか、昨日取り上げた中国の景気刺激策でリスクオン相場になるとかですね。あとは米マネーサプライ M2 の上昇からリスクオン資産も後押しされるとか、あとは取引所からのビットコインのアウトフローが多くて、供給が間に合ってないんで、価格が上がる可能性があるとかですね。スタンダードチャータード銀行、QCP キャピタルなどの見解が注目されてますね。昨日利下げと中国の金融緩和から、これからはリスクオン資産が上昇して、仮想通貨も後追いするんじゃないかみたいな話をしましたけども、仮想通貨市場単体ではビットコインが弱くなってアルトが強くなってる印象ありますよね。昨日もジョイアルトでもデイリープラス 20% とか、これまで単独ファンダが出てもですね、そこまで上がらなかったものが吹いたりしてましたから、その要因と見られるものについては、この後のアルト関連のところで取り上げたいと思います。ビットコインのチャートだけ見たら、8月にも2度弾かれてる64,000台で、また弾かれて下へ向かっています。警戒される要因としたら、先ほど取り上げたオプション OI と、先物の OI の減少、デリバティブ方面になるんですかね。流れ的に昨日64,000超えてもおかしくないかなと思ったんですけども、また割り返しとなっています。何度か耐えてる63,000の攻防で反転して、65,000のラインを抜けれるかどうかが焦点になると思います。市場全体の指標としては、近々では日本時間本日9時半にですね、米実質 GDP 確保値、23時に米中古住宅販売制約指数が控えています。これらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2590ドル、BTC 建ては 0.0409 と、先物の方では OI は全体でマイナス 0.18%、額としては120億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.1%、バイナスミはロングが 71.9% と上になっています。市場全体の下落につられてますが、ETF とオンチェン状況の回復が見られます。BTC 建ても 0.04 で、そこを形成しつつあってですね、総合的に見ても、アルトフェーズの兆しが見えるのかなと思いますね。チャートだけ見たら、ドル建て、BTC 建てともにそこあたりです。ドル建てでは2500ドル台で反発して、2700のラインを超えられるかが焦点になると思います。個人的には、ようやく回復した ETF の動向に注目したいですね。あと、ここからその他の動向になります。また、ハリス候補の発言が話題になってますね。ピッツバーグの講演会でハリス候補はですね、米国は AI、量子コンピューティング、ブロックチェーン、その他の新興技術で優位を保ち、次の世紀を定義する分野で世界的なリーダーシップを発揮することを再び約束すると発言したとされています。先日まではですね、AI やデジタル資産などという少しアバウトな表現で、そのデジタル資産の中に仮想通貨も含まれているだろうから、ハリス氏が仮想通貨に対して初めて言及したということで話題になってましたけども、今回はより具体的なブロックチェーンという単語が出たことによって、一部でまた盛り上がっているといった状況です。ただ AI、量子コンピューター、ブロックチェーンというですね、今まで流行ったのを全盛りみたいな、これ言っとけばいいんでしょ感が否めないですけど、未だね、具体的な公約が出てないのが現状ですね。大統領選の予測はトランプ候補がまた若干差を縮めた展開となってますが、今後の進捗に注目ですね。あと他では、ペイパルが米企業のアカウントで仮想通貨の購入と送金サービスを展開する計画を発表してたり、ビザがイーサチェンジ上での銀行のステーブルコイン発行支援を発表してたり、バイナンスがプレマーケットを展開する発表したことが話題になっています。でこのバイナンスはですね、公式スポット上場前に実際のトークンを購入または販売できますという文言が注目されてますね。このプレマーケットって結構前から他の DEX でもですね、展開されてるんですけど、それはプロジェクトが実際に発行した本物のトークンではなくてですね、ユーザー間の期待値、大体このくらいになるだろうという予想価格で、先物取引が成立してるんですね。ただ今回バイナンスは本物のトークンをプレマーケットで先に取引ができるようにすると発表してます。これってね、これでまたトレーダーの立ち回りが変わってですね、各銘柄の天井が決まる時期も変わってくると思いますけども、バイナンスのプレマーケット展開後に注目ですね。あと他では、トゥルフレーションが約500万ドルのハッキング被害を報告しています。現在原因を調査中で、ホワイトハットへの報奨金も用意していると声明を出しています。トゥルフレーションのトークンはマイナス 10% ほどの下落となってますね。あとは先日ハッキングされたバナナガンも、被害者11名に対して300万ドルの返金を表明しています。あと、ここからはアルト関連になります。先ほどビットコインのところで、アルトフェーズに突入する要因と見られているものがあるという話を少ししましたけども、それがこれですね。
韓国の取引所の方でまたビットコインのプレミア取引が行われています。ただ今回は市場価格と比べて安値で取引されてるんですね。プレミア指数もマイナスになってまして、2023年10月以来の水準となっていることから注目されています。で、一方韓国の取引所のペア別の取引量を見るとですね、今までは7月から8月あたりまでビットコインのウォン建てがずっとトップになってるんですけども、ここ最近はアルトのウォン建てがトップになりつつあると。しかも取引量も従来の倍ほどになってます。要は韓国の方ではユーザーが取引所でビットコインを売って、そのままアルトを買い始めてるんじゃないかという見解なんですね。で、前回プレミア指数がマイナスを記録した2023年10月以降はですね、仮想通貨アルト市場がちゃんと盛り上がってるんで、今回も再現できるのかということが注目されています。以前もキムチプレミアと呼ばれてですね、韓国起因のビットコインの上昇、アルトバブルが話題になってましたから、今回もその兆候が見られているということで一部で盛り上がっています。で、取引量でトップになっている UX リンクを見るとですね、1ヶ月でだいたい3倍以上にはなっています。で、他のアルトも今回の調整で一旦落ち着いてますけども、ジョイアルトでは週間の上昇率で見ると AI のビッテンソールとかワールド、セイ、エイプトスでもプラス 30% ほどの上昇となってますね。今回も韓国キーのアルトバブルと言われるのか、その後に注目ですね。あと他ではベースの X プロトコルが世界初のノード操作型ディーピンスマホ Xforge を発表したことや、ノミックネットワークがベラチェン上に BTC ステーブル NBTC のローンチを発表したり、レイヤー0がエアドロップ第2弾を発表してからオンチェーン活動がまた活発になってたりしていることが注目されています。あとその他資金調達リリース関連では、イニシアが1400万ドル調達、ビデオ会議サービスのハッドル01が3700万ドル相当のノード販売計画を発表しています。あとは医療データ系のアミノチェーンが700万ドル調達を発表しています。これらの今後にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。